よく日本語学習者の方に、何々ですからと何々からですの違いは何ですかと質問されます。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は多くの日本語学習者を悩ませているからとのでの違いについて考えます。例えば、この商品は安い何々人気がある。安いから安いのでのように何か原因、理由を伝えるときには基本的にはからものでも文法的には間違いではありません。でも場面によってこのどちらかを使った方が自然だったり失礼にならなかったりすることがあります。今日はどういう時にはからを使った方がよくて、どういう時にはのでを使った方がいいのかを知って、日本人とのコミュニケーションで不必要な誤解を避けられるようになりましょう。まず、あなたは一人でスーパーに来ました。すると、いつもより値段が半額になっている野菜を見つけました。あなたはどんな独り言を言いますか？これ、安い何々買おうっと。これは安いからですね。ここで買おうっと言っていますが、日本人はよく独り言でこの動詞の移行形にとをつけた形を使います。何かをしたい時とか何かをすることに決めた時によく使います。例えば、食べたいなら食べようっとになりますし、飲みたいなら飲もうっとになります。このように口語的な文や独り言を言うときにはからをよく使いますね。ではあなたはお菓子売り場に来ました。同じようなお菓子がいろいろな値段で売られています。あなたは店員さんにこう質問します。すみません。どれがよく売れているんですか？すると店員さんはこう言います。こちらの商品はお値段が安い何々人気がありますよ。これはのでもからでも文法的にはどちらも正しいですが、のでを使った方が丁寧な感じがします。この中で一番カジュアルな言い方は普通体にからをつけた形で、次に丁寧なのがです、ますにからをつけた形です。そしてのでの前は普通体だけでも十分丁寧です。ですからさっきの文なら安いのでというだけで十分丁寧です。でも時々もっと丁寧に言うためにです、ますの後ろにのでをつけることもあります。でも実際の生活で一番よく使うのは真ん中のこの2つですね。このことからはです、ますをつければ丁寧になって、つけなければ口語的で親しみのある言い方になることがわかります。それに対してのでの方は丁寧ですが、少し距離のある言い方になります。ですから家族や友達と話すときに使うとすごく不自然になることが多いです。で、逆にからは論文などで根拠を述べるときにはあまり向いていません。論文を書くときにはからではなくてのでを使うか、もっと論理的なためを使うことができます。例えば、この商品は安いからよく売れているの代わりに、論文ならこの商品は安いのでとか安いため、または安価なため、そしてよく売れているの代わりに売れ行きが良いのように言うとすごく論理的な文になりますね。
はい。では、あなたは今、仕事中です。でも、体調が悪くて仕事が続けられなくなってきました。上司に何と言いますか？申し訳ありませんが、体調が悪い何々、早退させていただきたいのですが、この場合は、体調が悪いのでがいいですね。のでは、からに比べて、ただ丁寧でフォーマルなだけではなくて、もっと客観的に状況を伝える意味合いがあります。もしこの部分を体調が悪いから、または悪いですから、早退させてくださいに変えてしまうと、ただ中立的に状況を伝えるのではなくて、家に帰りたいというあなたの気持ちや主張をすごく強調してしまうことになります。また、こうなってしまったのは自分のせいではなくて体調のせいだと責任転嫁している感じとか、こうなったからには早退するのが当然だと言っている感じがします。では、今度は職場のエアコンが強すぎて寒いと感じている場合、エアコンの温度を上げる前に上司にどのように言うことができますか？少し寒い何々、エアコンの温度を上げてもよろしいでしょうか？これも寒いので、またはもっと丁寧に言いたいなら、寒いですのでがいいですね。このように上司や目上の人に許可を求めるときや、柔らかい依頼とか謝罪とか説明をするときには、大抵のでを使った方がいいですね。では、こんな場面はどうでしょうか？あなたの子供が工事現場に入って遊ぼうとしています。そんな時、あなたは何と声をかけますか？危ない何々入っちゃダメ。これは危ないからですね。大抵強い命令や禁止をするときにはからを使うことが多いんです。このからを使うことによって自分の主張を強く直接的に伝えることができます。では、こんな場面はどうですか？あれ？食べないんですか？ダイエット中です。何々。これは、ダイエット中ですからと、ダイエット中ですので、の両方聞いたことがあるかもしれませんが、厳密には、からの方がいいんです。理由だけを言って文を終わらせる場合、からで文を終わらせることができます。そして、すぐ前に、ですやだがある場合、このからを続けて、ですからやだからということはできても、ですのでやだのでということは文法的にはできないことになっています。今文法的にはできないと言ったのは、文章として書くときにはですので文を終わらせることは本来はできないことになっているからなんです。でも実際には何々ですのでとでの部分を少し伸ばして後ろを省略するっていう言い方は口語ではよくされています。実際私もこのような言い方をよくします。例えば、すみません、エアコンの温度を上げてもよろしいでしょうか？少し寒いですので、ということはあります。でも、文章を書くときには、文をので終わらせないようにしましょう。じゃあ、こんな文はどうですか？寒いでしょう。何々。エアコンの温度を上げてもいいですよ。これは、からしか使えません。からの前に、でしょうやだろうをつけて、でしょうからやだろうからということはできても、のでの前にこれらをつけて、
でしょうのでやだろうのでということはできませんので気をつけてください。では、こんな場合はどうですか？あなたは同僚と食事に行きましたが、同僚は甘いものを全然食べません。あなたはこう言います。どうして食べないんですか？ダイエット中です。何々。または、ダイエット中だ。何々です。これは、ダイエット中ですから。でもいいし、ダイエット中だからです。でも、両方正しいです。よく日本語学習者の方に、何々ですからと、何々からですの違いは何ですかと質問されます。確かに上の文の場合は何々ですからになっていますが、これはたまたまからの前にですがあるだけで、場合によっては何々だからとか何々しますからのような形になることもありますね。さっきも出てきましたが、これは文末にからをつけて理由を述べる一般的な言い方ですね。一方、このダイエット中だからですはどうでしょうか？この文も原因とか理由を答える文ですが、さっきのダイエット中ですからよりももっと原因、理由を強調する文になります。これは私が食べないのはダイエット中だからですという文の前半を省略した文なんです。この何々のは何々ですっていう文のことをよく強調構文と呼んでいますが、この構文ではですの前の部分が特に強調されます。そして注意してほしいのは何々からですのようにからの後ろにです、だ、でしょうに違いない、かもしれないなどを続けることはできますが、のでの後ろにこれらの言葉を続けることはできないっていう点です。これらのことを考えると、全体的には、文法的にからの方が自由度が高くて使いやすいっていうことがわかります。でも、フォーマルな場面では、のでを使った方がいい場合が多いっていうこともわかりましたね。ここで一つ接続で気をつけたい点があります。それは名詞やな形容詞、つまり形容動詞の後ろにからをつける場合です。例えば、簡単何々からという場合は、簡単だからのようにだをつけます。簡単からではありませんよ。また、名詞やな形容詞の後ろにのでを続ける場合はどうですか？簡単なのでのようになをつけるのを忘れないでください。簡単のでは間違いですね。では最後に復習してみましょう。今日は田中さんお休みですね。そうですね。インフルエンザだ何々かもしれませんね。これはからしか入れられませんね。インフルエンザだからかもしれません。後ろにかもしれないとかに違いないとかだろう、でしょうなど推測と関係がある言葉が続くときにはからしか使えませんね。こんな風に教科書がなかなか教えてくれない日本語の微妙な違いについてシェアしています。もし何かの参考になったならグッドボタンをお願いします。ではまた日本語カフェで会いましょう。春でした。